はい、じゃあ今週もよろしくお願いいたしはい、ます。よろしくお願いいたします。今週はまたルリさんの方からテーマ。はい。夫とウォーキングをするのが私は今楽しみなんですけれども、で、ウォーキングしている最中に、仲良く話しているときは問題ないんですが、たまにこう意見の食い違いだったりとか、いさかいごとになっていっちゃうときがあるんですね。で、そういうときに、ちょっと雰囲気が悪くなってきたなと思って、夫の精霊に話してみたいなっていう感じになるほどね。なってはいるんですが、あんまりうまくちょっといかないので、こういった時にどうしたらいいんだろうっていう質問をコウさんにしたいなと思います。本当にコースを生きていくってなった時に、家族との時間ですよね。はい。そういうところで楽しい時間ももちろんあるし、でも普通に喋ってるうちになぜかなんか言い争いみたいになっちゃうみたいなことね、よくあると思うんですよ。はい。で、僕も本当にそういうこといっぱい経験してきたし、その自分にほとほと嫌になるというか、なんか言いたいことがうまく伝わらなかったり、結局何のために喋ってんだかよくわかんなくなっちゃうみたいなことがね、結構あって、言わなきゃよかったみたいなね、ことに、よくやってたんですよ。で、ルリさんの場面もだからすごい想像つきますし、またこういうことを経験してる人がコース学んだ後でもいっぱいいると思うんですよ。で、僕も僕なりにっていうことでちょっと参考になると思うとしたら、はい。その場面で、2人だったりね、3人とか何人いてもいいんですけど、誰かが喋ってる話が自我的な方向に向いていって、聞いてると自分が反応したくなるってことになる可能性が高いよね。自分発信じゃなくて向こうからやってくるっていう時が結構多いだろうって僕思うんですよ。で、僕らにとっての誘惑はこれに対して自分の考えで喋っちゃいたいっていうことですよね。そうなんです。もうそこまで待てないというか、もう反応しちゃってるみたいなね。そうなんです。もうね、自我だっていうのがもうすごいよくわかる。そうです、そうです。自我としてはもうそこで地獄を作り上げたいわけです。そうなんですよ、もう。二人とも嫌な気分にするっていうのが自我の、僕らに対する、時々ね、ひどいことやるっていう場面ですよね。そうなんです。で、こういう場面って僕ら気がついたらもう反応しちゃってるってことになる。そうなんですよ。でしょ、とはいえ、ルリさんが今話の途中で、自分はご主人の精霊に話しかけるって言い方をしてましたよね。そうです。だから、それはかなり余裕ができてきたっていうことは一つ言えるわけです。反応はしちゃうけれども、でも途中でなんか、そうだった、そうだった、ご主人の、精霊に喋っていくんだみたいなことをやり始めたら、それはちょっと方向とか雰囲気とか、話が変わっていく可能性が生まれてはきますよね。そうですね。ちょっとはやっぱり、明るくなります。柔らかくなるというか。とかね。だからそれでいいんじゃないかなと僕は思いますし、あともう一つ、それに近いけどこんな感じだなっていうのをちょっと参考にまでにね、付け加えていくと、僕も同じように誰と喋っていてもやっぱり自我的な話になりかけたり、自分が反応しそうになったりするけども、二人でいるけれども、イエスはここに招いてほしいんだよなってことをやっぱり思い出すんですよね。だって二人を幸せにしたいんですよ、この場面で言えば。イエスの目的、あるいは聖霊の目的は、この二人を幸せにするっていうことなんですね。で、そうすると、僕が知ってるやり方ではできないと思うんですよ。その場面がもう始まっちゃってた。なるほど。ここで僕はいい意味で諦めて、だからイエスに話してもらおうとか、聖霊に話してもらおうっていうふうに思い始めることができるっていうふうにだんだんなってきたわけですね。なるほどね。でそうすると、それは具体的にはどういう場面になるかというと、なんか自分が言おうと思ったことをやめて、やめることができるようになったってちょっとすごいわけですよね。反応として起きちゃうわけだから、こういうのは。だけど、やっぱり精霊がなぜかね、掃除してくれたというか、心の処理をしてくれたおかげなんだろうと僕は思うけども、これ以上このパターンをやり続けても意味がないっていうふうに気がついて、精霊の声が聞きたいな、イエスの声が聞きたいなっていうふうに思い始めるっていうことが、やり始めることなんですよね。なるほど。そうすると、向こうがそれを喋り始めるか、こっちがそれを喋り始めるか分かんないんですけど、あと全然別の要素が入り込んでくるとか、いろんなこと起きるわけですけど、でもとにかく二人の気分が変わるような、そういうふうにね、やるっていうのはやっぱりスペースを空けるっていう感じですかね。ですね。違う人が入ってくると雰囲気変わるのと一緒で、やっぱりこう場面が切り替わるような感じがしますね。それはできるというか、やってみる価値があるんですよね。かなりありますね。今までここにイエスがいるとか、そういうふうには考えてなかったので。だから、数としては2人、目に見える人は2人なんだけど、イエスは絶対そこに一緒にいたいんだっていうふうに、
ですね。だから1人でいるときは2人だし、2人のときは3人だし、3人のときは4人だし、僕はクラスやってるときが多いけれども、そういうときに目に見える人が5人だとか4人だとしても、そこにもう1人イエスがいるんだよっていうふうに思うようにしているっていうかね。わあ、そうか。そうすると誰かがイエスみたいな自我的じゃない話を始めてくれたりする時もあるし、自我的な雰囲気になってても、方向性を変えていってくれたりするとかね、いろんなことが起きたりしますよね、こういうのはね。いつも話の中にイエスが必ずいると。いいな、それ、早速試してみたいです。ぜひぜひ、みんなで話してて、ついついなんか誰かの悪口みたいになっちゃったりとか、悲しい場面になりかけるときに、そうだ、ここにはもう一つ椅子があって、ここにイエスが座ってるんだって思ってあげて、で、イエスの声が聞きたいなっていう、誰かを通してイエスが喋ってくれたら嬉しいなと思ってると、また変わってくるみたいなことがね。あるかもしれないですね。そうですね。いや、でも今日から早速うちの食卓にはいつもイエスがいるんだって感じで5人家族だけど6人なんだってつもりで、ちょっとそれでやりたくなりました。ぜひやってみてください。すごい楽しくなりました。今日も本当素敵なお話ありがとうございました。